どちら様ですか？こんにちは、ほやです。今回は、真鶴の磯で、ウミウシを探します。ウミウシを見つけたら、動画を止めますので、皆さんも、ぜひ、探してみてください。それでは、始めましょう。4月の下旬となり、この日は、気温が25度を超えて、夏のような気候でした。とはいえ、水はまだまだ冷たいので、今回も、いつものように、ウェーダーを着て、水面から、石をひっくり返しながら、ウミウシを探します。ひっくり返した石は、できる限り、元の状態に戻します。今回は、どんなウミウシが、見つかるやろか。いました。これは、わかりやすいですね。いつものところに、いつもいてくれる、あいつです。これです。隣に、卵らしきものが、いくつか見られますね。毎回、ここにいてくれるので、真鶴で、最初に見つけるウミウシになる確率が、高いです。緑アメフラシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、緑アメフラシです。目玉模様の、小さな斑点が、体中に散らばっているのが、特徴です。春も終わりに近づいてきたので、今回見つけた緑アメフラシは、この1匹だけでした。あれだけたくさんいた、緑アメフラシは、どこに消えてしまったんやろな。真鶴の磯でのウミウシ探しは、大きなタイドプールと、その周辺の小さな潮だまりで、探しています。葉山とは違い、狭い範囲を、徹底的に探す感じになるので、季節によるウミウシの変化が、よくわかります。いました。これも、わかりやすいと思います。石の左側に、黒いウミウシが、くっついています。これです。真鶴で、この大きさの、このウミウシが見つかるのは、珍しいです。黒下なしウミウシです。大きさは、25ミリくらい、よく見る大きさの、黒下なしウミウシです。真っ黒な体に、オレンジ色の縁取りが、美しいですね。もちもちした見た目をしていますが、触ってみると、本当にもちもちしています。葉山だと、たくさんいるウミウシなのですが、真鶴では、数は少ないです。この日の潮回りは、大潮で、一番潮が引く時間帯で、0センチまで引きます。かなり潮が引く日なので、この岩の岩陰も、干上がりそうですね。いました。大きめのアメフラシは、わかりやすいと思いますが、その近くに、小さくて黄色いウミウシが、映っているのが、わかりますか？これです。このサイズのウミウシを、しっかり見つけられるようになると、ウミウシ探しは、楽しくなりますよ。赤キセワタです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、赤キセワタです。赤キセワタという名前ですが、色が薄くて、黄色っぽくなっていますね。赤キセワタの、カラーバリエーションとされていますが、最近の研究では、黄色いやつは、別の種類ではないかと、疑われているようです。ウミウシの分類は、まだまだわからないことが、
多いようです。さっき一緒に見つけた、アメフラシも、紹介しておきますね。アメフラシです。大きさは、70ミリくらい、小さめサイズの、アメフラシです。春はアメフラシのシーズン、と言われていますが、この本家アメフラシは、春の終わりから夏の初めにかけて数が増えてきます。他のウミウシと比べたら、かなり大きく感じますが、アメフラシは400ミリくらいまで大きくなるので、これでも小さい方です。かなり潮が引いてきて、いつもはある程度の深さがある場所も干上がってきました。ウミウシを探すにはいいのですが、動画を撮るにはある程度の深さが必要なので、難しくなるんだよな。いました。真鶴ではたくさんいる白いウミウシです。石の真ん中から右上に注目してみてください。これです。定番のウミウシは、見つけると、安心感がありますね。乙女ウミウシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、乙女ウミウシです。この乙女ウミウシ、なんだか様子が変ですね。体の半分くらいに、黒い斑点が見られないし、触覚もなんだか短い感じがします。何らかのダメージを負っているのでしょうか。こちらは別の場所で見つけた乙女ウミウシで、普通の姿の乙女ウミウシです。今回のウミウシ探しでは10匹以上見つけているので、今が一番数多く出ている時期なのかもしれません。この辺りは、ほぼ完全に、干上がっていますね。ウミウシは、ある程度の時間なら、干上がった場所でも、生き続けられますが、どのくらい耐えられるのかは、種類によって、大きく違います。いました。磯の現場で見つけたときは、これ、ウミウシなのかなという感じでした。石の真ん中から上の方に注目してみてください。これです。実際のところ、詳しく撮影するまで、ウミウシだとは分かっていませんでした。どちら様でしょうか。初めてお会いするウミウシです。家に帰って、いろいろと調べたところ、ナガヒゲイバラウミウシ、という名前の、ウミウシみたいです。大きさは、10ミリくらいでした。もこもこした雰囲気が、なんだか可愛いウミウシですね。小さな黒い点々が、体全体に散らばっているのも、可愛さましましです。こんなウミウシがおるんやなぁ。よくわからんものを見つけたとき、一応、拡大して、撮影するようにしていますが、それがウミウシの確率は、10分の1くらいです。さらに浅くなってきていますが、気にせずに、どんどん探しましょう。いました。これは、わかりやすいですね。石のちょうど真ん中あたりに、まずまずの大きさの、ウミウシがついています。これです。小さいのが続いていたので、こういう、わかりやすいやつは、助かります。黒ヘリアメフラシです。大きさは、25ミリくらい、よく見る大きさの、黒ヘリアメフラシです。体の縁が、
黒くなっているのが特徴ですが、黒の太さや体の色にかなり個体差が見られます。小型のアメフラシの中では、比較的よく見つかる種類で、分布している海もかなり広範囲にわたっているようです。背中のひだひだの部分を使って泳ぐことができるらしいですが、実際に泳いでいるところは見たことがありません。タイドプールの奥の方に移動しました。この辺りも随分浅くなっているので、いつもは手が届かないような石も持ち上げることができます。いました。石の模様に紛れて、ちょっと見つけづらいです。石の真ん中より少し下あたりに灰色のウミウシがいます。これです。画面上だと立体的に見えないので、磯の現場で見た方がわかりやすいです。つづれウミウシです。大きさは20ミリくらい小さめサイズのつづれウミウシです。全身灰色でなんだかパッとしない見た目をしているウミウシです。図鑑で見ると似たような種類のウミウシが多いのですが、例に漏れず分類の再検討が行われているようです。ウミウシの図鑑は最新のやつを追わないと分類が大きく変わっていることがあるんですよ。引き続き、タイドプールの奥の方でウミウシ探しを続けます。いました。画面上でこれを見つけられたらすごいです。石の右側のオレンジ色の物体の近くにいるのですが、わかりますか？これです。画面上でこのウミウシを見つけるのに10分くらい探しました。乙女緑貝です。大きさは10ミリくらい、よく見る大きさの乙女緑貝です。緑貝という名前がついているウミウシの中でも小型の種類で知っていないと見落とすことが多いと思います。体の緑色は海藻から取り込んだ葉緑体で光合成をさせて栄養分をもらっているようです。緑貝のグループは最近の研究ではウミウシとは別のグループとされているようですが、これまでウミウシとして取り扱われてきたので図鑑にも載せられています。今日はテンポよくウミウシが見つかってご機嫌です。いつもこのくらい見つかるとありがたいんやけどなぁ。いました。なんかいろんなものがたくさんついていますが、うまく紛れ込んでいます。黄色とオレンジ色の境目あたりを探してみてください。これです。何もない石より、いろいろついている石の方が、ウミウシがついている確率が高いです。赤星ウミウシです。大きさは20ミリくらい、よく見る大きさの赤星ウミウシです。名前の通り、赤い水玉模様が可愛いウミウシです。見た目は可愛いのですが、肉食でウミウシを食べるウミウシとして知られています。これは以前に撮影したサガミミのウミウシを食べている様子です。基本的にはオカダウミウシのような小さなウミウシを食べるのですが、ミノウミウシの仲間を食べることも多いようです。そろそろ帰ろうかと、岸に帰っている途中に、干からびかけている、サガミミのウミウシを見つけました。
大きさは、40ミリくらい、少し大きめの、相模ミノウミウシです。引き潮に逃げ遅れて、干からびかけていましたが、水に戻してあげると、元気に動き出しました。相模ミノウミウシは、今シーズンの真鶴で、皆勤賞を続けていたので、終了ギリギリのところで見つかって、よかったです。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、11種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。